今回作成するのはこちらの蓋付きの箱です。蓋に風車の模様があるのが特徴です。開けてみます。中はこのようになっています。折り紙8枚で簡単に作れます。それでは蓋から作っていきます。白い面を表にします。左と上の縁の中点に印をつけます。印と印を結ぶ線で折ります。角を起点に縁と縁を合わせて折ります。後ろの紙だけ開きます。縁と縁を合わせて折ります。丸と丸を合わせて折ります。小さな三角を中に折ります。そのまま開きます。丸と丸を合わせて折ります。後ろの紙と一緒に開きます。縁を折り筋に合わせて折ります。下の紙を閉じます。ついている折り筋で折りたたみます。90度回転させます。山折り線を縁に合わせて折って立体化させます。角を起点に縁と縁が合うように折り筋をつけます。これでユニットが1つ完成です。これを4個作ります。4個できたら組み立てです。内側を上にして左のユニットの隙間に右のユニットを差し込みます。外側はこのようになっています。同じようにつなげていきます。裏返して外側を上にします。起き上がっているひだを倒していきます。
四隅を押して形を整えます。内側はこのようになっています。はみ出した4箇所のひだをすぐ下に折り込みます。蓋の完成です。続けて箱本体を作っていきます。白い面を表にします。縁を4ミリぐらい余らせて折ります。これを型紙にします。別の紙を当てて同じように折ります。向きを変えます。角を起点に縁と縁を合わせて折り筋をつけます。丸と丸を合わせて折ります。縁に沿って折り筋をつけます。を折り筋に合わせて折ります。ここに隙間ができます。丸と丸を合わせて折ります。縁を起こして立体化します。これでユニットが1つ完成です。これを4個作ります。4個できたら組み立てです。内側を上にして左のユニットの隙間に右のユニットを差し込みます。はじめは緩く差し込んでおきます。同じようにつなげていきます。裏返します。中心が反時計回りに上に重なっていることを確認します。四隅を押して締めていきます。裏返して内側を整えます。箱本体の完成です。蓋と合わせてみます。このようにぴったりと合いました。完成です。風車の部分は折り紙の裏面が出るので、両面色付きの折り紙を使っても良いと思います。ご視聴ありがとうございました。